んにちは。サイバです。本日のテーマは呼吸。呼吸が私たち生命が生きていく上で欠かせない活動であることは言うまでもありません。呼吸にはこうした酸素と二酸化炭素の交換だけでなく、自律神経に影響を与え、我々の精神にも大きな影響を与えることが分かっています。今では様々な修行法や武術にも呼吸法が使われていますが、そのルーツはヨガにあります。呼吸をゆっくりしたり速くしたりすることで、代々のヨガ行者たちは精神が変化することを経験的に悟っていたのですね。様々な呼吸法がヨガ行者によって考案され、伝統的なヨガの場合、その数は80種類近くにも及ぶと言われています。様々な目的に対応するために、その数はどんどん増えていったものと考えられています。よくリラックスには深呼吸が良いと言われていますが、正しくは息を長く吐くことで副交感神経が優位になり、気分がリラックスするというわけです。これは呼吸と自律神経が密接に関わっているからなのです。息を吸うと交感神経が優位に、吐くと副交感神経が優位に働きます。実際に手首の脈を指先で押さえながら呼吸すると、息を吸うと脈が速くなり、吐くとゆっくりになることが確認できると思います。呼吸法はこの自律神経の反応をうまく活用したテクニックというわけです。昔は今のように体の状態を計測する心拍計や自律神経を計測する装置などありませんでしたから、全て先人たちの心と体がセンサー代わりでした。生きていくための呼吸活動がまさかメンタルに影響を及ぼすというのは思いもよりませんよね。本当に素晴らしい、人類史に残る大発見だと思います。今回はこの呼吸と自律神経のメカニズムを活用した呼吸法を3つご紹介したいと思います。まず1つ目がリラクセーション用の呼吸法。息を吐くときに副交感神経が優位になるので、吐く時間を長くしてあげると、それだけ副交感神経がしっかり働き、リラックス効果が高まるというわけ。多くの研究からもリラクセーションには4秒で吸って8秒で吐く呼吸パターンが良いと言われているわ。実際に呼吸をするときは鼻から4秒で吸って口から8秒かけて吐きましょう。この時息を吐くときは吸うときよりも倍の時間をかけてゆっくり吐くことがポイント。この呼吸法を最低5分、よりリラックスしたいときは瞑想を行うような気持ちで10分ほど行ってみてください。イライラしているときや不安があるときにすごくおすすめな呼吸法です。ただし眠気があるときにこの呼吸法を行ってしまうと、さらに眠気が増してしまうので少し注意が必要。もちろん寝る前に行うことでぐっすり眠りやすくなりますよ。姿勢は背筋さえ整っていれば、あぐらでも椅子に座った状態でもどちらでも構わないわ。2つ目に自律神経バランスを整える呼吸法をご紹介します。息を吸うと交感神経が、吐くと副交感神経が優位になるということでしたね。つまり息を吸う長さと吐く長さを同じにしてあげれば、交感神経と副交感神経のバランスが整うというわけ。具体的には鼻から 5,6 秒で吸って口から 5,6 秒で吐きます。この10秒に1回の呼吸リズムは私たちの体にとってすごくいいリズムなんです。少し専門的なのですが、私たちの体の中には自律神経系と循環器系に影響を及ぼす圧受容体と呼ばれる重要なセンサーがあるのですが、このセンサー実は10秒に1回のリズムで呼吸してあげると共鳴しだし、生き生きと働き出してくれるの。つまり10秒に1回の呼吸を続けていくと、自律神経のバランスだけでなく循環器系にも良い影響が出てくるという、とっても素晴らしい呼吸法なんです。5分から10分を目標に行ってみてください。最後に3つ目の呼吸法は集中力を上げる呼吸法です。これまでの呼吸法はリラクセーションや自律神経バランスを整える目的のものでしたが、逆に集中力を高めたい場合はもうお分かりかもしれませんが、息を力強くたくさん吸い込み、
吐く時間を短くしてあげると交感神経が優位になっていき、集中力が上がっていきます。ただしイライラしている時に交感神経を活性化させてしまうと逆効果ですので、その場合は4秒吸って8秒吐く呼吸法でリラックスしましょう。またより瞬時に集中力を高めパフォーマンスを高めたい場合はヨガの火の呼吸など速いペースでの呼吸法がおすすめです。火の呼吸に関してはまた別の機会にご説明しますね。3つ目の呼吸法を行う場合は3分から5分程度行います。このように呼吸の吸う長さと吐く長さの割合をコントロールすることでメンタルも自在にコントロールできるのです。イメージを使ってリラクゼーションを促すイメージ療法もありますが、これはかなりの上級者向けであまりおすすめできません。特にイメージは試合前などの緊張状態では浮かびにくいという脳の特性があり、イメージを使うのであれば呼吸パターンを変え、自律神経系からメンタルに影響を与えるという体からのアプローチをおすすめします。この体からアプローチしてメンタルに影響を与える方法として編み出されたのがヨガなのです。原始的なヨガにはただ座って瞑想にふける方法しかありませんでした。しかしそれではなかなかうまく心が落ち着かず、呼吸法が開発され導入されるようになっていきました。また日本では禅の影響から吐く息の方が重視される傾向にありますが、その元となる中国の気候やインドのヨガでは吸う息もすごく重視されています。それは吸うという行為には空気中の気を体内に取り込み、心身の状態をパワーアップさせるという考えが根底にあるからです。対して日本では武士が精神的な支え、簡単に言えば不安の軽減を目的に禅に取り組むようになったため、副交感神経を優位にする吐く息が重視されるようになっていったと考えられています。このように呼吸はさまざまな文化も関わってきて非常に奥深い世界なんです。呼吸はとても大切なテーマですので、今後も関連した動画をどんどんアップしていきますね。もしこのチャンネルが面白そうだなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録、X のフォローをどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。